それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはサクサクリーディング、お相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。では1番シトリンをお選びいただいた方、早速見ていきましょう。タロットカードを使ってお相手のあなたに対するお気持ちを見ていった後に、最後にアドバイスカードとラッキーカラーをもらっていきます。はい、それでは見ていきます。まずインナーノーイング、内なる英知とつながっていく力、そしてあとはこちらがケルト十字で出しているのがお相手のあなたに対するお気持ち、アドバイスカード。はい、お相手の状態見ていきましょう。まずあなた自身にすごく気を使っている今の現状っていうのが出てきています。なぜかというと、あなたの方で今忙しいとか体調を崩していたりとか何かあるのではないでしょうか。そうですね、今恋愛に集中できていないとか物事が止まっているっていうのが出てきています。お休みのカードですね。一旦お休みしたいっていうのがあなたの方から入ってるんですね。中には少し前の過去にお相手といろいろやり取りしたんだ、対立しちゃったりとか喧嘩しちゃったりとか、または自分たちのことも含まれているんですが、周りの中でゴタゴタしていることがあったのでちょっと疲れちゃったなっていうようなのがあなたのところで出てきています。今一旦エネルギー補給をして、そして元気になったらまたお相手と前向きに取り組んでいきたいっていうあなたの考え、そしてお相手もその過去ちょっと前にバタバタしたりとか揉めたりとか周りの人と対立したりとかライバルがどうのこうのとか、そういうことでちょっと考えてしまったことがあるし、それは今でも責任を感じているというか、自分がとても悲しいなっていう思いで今います。自分に非があったんじゃないだろうかって自分を責めすぎてしまっているお相手もいるし、この過去のバタバタと言いますか揉めたことに対して責任を感じていたり、またはね現実から逃げたいなっていうふうに悲観的に捉えているお相手もいるかもしれないですね。これは出てきています。ですがやっぱり逃げるわけにもいかないぞっていうのは出てきているんですね。いつまでもこのままネガティブに考えているばかりではどうしようもないので、これから先は何か自分の中で動きを起こさなければいけないというのは出てきています。責任を持って成し遂げていきたい、過去に失敗しちゃったこととかあるんでしょうね。そこに対して、そしてあなたのフォローに回りたいっていう気持ちも出てきていますし、何かしらこのお相手でカバーするような動きっていうのが出てくると思います。で、そこでこれから先のことっていうのがかなり大きな展開を見せそうなんですね。お相手としても今の状態からまず抜けたいなっていうのはあります。ネガティブに考えている自分自身のことだったり周りのことだったりとか、あなたと言い合いになってしまったのであればそのことについてもここを乗り越えていきたい、あなたの優しさを受け取りたいし自分も優しくしたいっていう気持ちがあります。そうですね、カップのクイーンがここの今のところに出てきているので、
愛情そのものについて考えていたりとか、あなたとの今後どうしようかなっていうことについて考えてると思います。悲観的になってはいつまでもねそのままじゃいけないから、だからこそ動いてより良いものにしていきたいんだっていうことです。中にはねちょっと気まずい顔して日々会わなきゃいけないとか、お仕事職場が一緒とかねっていう方もいるかもしれないですね。その気まずさから抜け出すような動きを見せるんだと思います。仲直りとかね、そういうことでしょう。で、そしてお相手が今期待していることや不安に思っていることにラバーズのカードが出ています。また仲良くなれたらいいな、仲直りできたらいいなとか、自分から話しかけていって、あなたが動いてくれたら、反応してくれたらいいな。そしてその反応っていうのはこのお相手にとって嬉しい反応をしてくれたらいいな、優しくしてくれたら嬉しいなっていうことを期待しているし、うまくコミュニケーションが取れるかどうか不安っていうのも入ってるんです。同時に入ってますね。うまくコミュニケーションが取れるだろうか、そしてバラバラになっていたものが一つにまとまっていくことができるんだろうか、そんな期待や不安が入り混じりながらあなたのところへ話しかけに行くとか、自分の誠意を見せに行くっていう行動を起こすと思います。そしてキーポイントとなっていくのが、本当にじゃあ実際にこれはお相手がただ思っているだけで行動に起こしていくのかどうか、形になっていくのかどうか、お相手が動いた後で何の結果が待っているのかっていうのがポイントになってくるのではないかなと思います。それはあなたにも言えます。あなたの方からもお相手に歩み寄っていくことができるのか、今の状態であなたの心はどうなっていて、どうしたいと思っているのか、あなたも同じようにお相手と結ばれるためにっていうことを考えた時に、自分の中で乗り越えるべきものがあるのではないか。本当は2人で手を取り合って歩んでいけるんだけれども、すぐそうならないのはお互いの中にどこかわだかまりが残っていたり、まだ準備不足、足りていないものがある、足りない材料があるから。それが揃えば、ピースが揃えば、あとは2人揃って歩み出すことができるのではないかっていうカードからのメッセージが入っています。なので今一度自分の心身のバランス、コンディション、あと自分がもし動けていないとか何も言えないのであれば、それはどこに原因があるのかっていうところをもう一度深く見てみてください。自分の心をよく知っていきましょう。深く深く潜って答えを出していきましょう。これは判断するっていうカードです。あなたが自分で何を見て何を決めていくのか、自分の中でどう判断するのか、判断材料は揃っているでしょうか。物事を決めるためにまだ確信をついていない出来事があるのではないか。それらはあなたの心の中に疑問、答え、すべてのことが眠っているし、どうすればその疑問を解消することができるのか、どう外部と接していけばいいのかっていうことも心の中に眠っています。あとは動き出していくかどうかっていうことが、このマーメイドのオラクルカードからのアドバイスカードです。判断するのはあなたです。先に動いてくるのはお相手の方からでしょう。このお相手の動きを見て、あなたが何を求めてどう答えるのか、そこを決めていってくださいねっていうメッセージカード。そして節制のカードも出ています。お互いのバランスとか程よい距離感だったりとか、喧嘩しましたっていう方はまさしく仲直りだと思いますね。仲直りして良い関係性をこれからも築いていきましょうっていう流れです。流れに身を任せて、自然の流れに身を任せていくと、2人は良い流れにこのまま流れていくでしょう。お相手からの動きもありますからね。あとは先ほどのこちらのメッセージをお受け取りいただいて、2人の距離感とかについても煮詰まりすぎていたりとかね、その縮まっていて焼きもち焼きすぎちゃったりとか、または離れていて見えなくなっていた気持ちっていうのもあったのかもしれません。その距離感っていうのもちょうど良いところに落ち着いていきます。そしてラッキーカラーをもらっていきましょう。1番さんのラッキーカラーはグリーン、緑色です。心地いい雰囲気、癒しの空気
とメッセージがあります。この色は他の色と比べて波長が優しく癒しの働きがあります。自然の緑のものを見ていると心が癒されたり落ち着かせてくれ、心の中に優しさを与えてくれます。また肉体的にも若々しく見せてくれる働きがあります。はい、緑色を取り入れて自分自身の心、体を癒していきましょう。そして波長がとても優しいので、お互い優しさを持って接していきたいっていう気持ちがそれぞれありますから、それを形として表に出していくためにも、ぜひこのラッキーカラーグリーンを取り入れてみてください。自然に触れることも良いでしょう。そしてお選びいただいたこちらのシトリンのカードからメッセージをもらっていきます。こちらは基盤を作ってあなたの明日を作り始める時が今やってきました。まずは土台を作り上げましょう。そして明日の希望を今描き始める時です。そしてシトリンというパワーストーンの効果をお伝えしていきます。シトリンは生命力を高めて心身の調和を図る効果があると言われています。また心や体に溜まった不要なものを取り除く効果もあります。そして若さと健康も保つ効果があると言われています。はい、なのでぜひね、このシトリンのメッセージもお受け取りください。可能な方はシトリンを身近に置いてもいいかもしれません。バランスを保ってくれる効能があります。はい、こちらもね、節制のカードはバランスっていうカードでしたので、お二人のバランスが調和っていうところに働いていくと思います。お相手からの良い動き期待してください。はい、今回はサクサクリーディング、お相手の今のお気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはサクサクリーディング、今の好きなお相手のあなたへの気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。こちらトパーズのカードになります。早速タロットカードを使ってお相手の今のあなたに対するお気持ちを見ていって、あとはオラクルカードから好転アドバイス、そしてラッキーカラーを出していきます。はい、それでは見ていきます。はい、まずマーメイドのオラクルカードからのメッセージ、手放しのカードが出てきています。そうですね、それはあなたにもお相手にも言えることかもしれません。そうですね、なぜだったらあなたのところでカップの8が出てきているからです。あなた自身もそのお相手との恋愛を進めていく上で手放すものがあるのではないかと言われています。それは自分自身、ご自身の環境の整理やお気持ちの整理、あと人間関係、今まで築き上げてきた人間関係をどこかリセットするというか整理をして、そしてもう自分の中で手放していくべき関係性を手放していって、そしてお相手との未来を歩んでいかれる必要があるのではないかなと出てきています。または人間関係や環境だけではなくて、執着心を手放すっていう元々のカードのメッセージがこちらにあるので、あなた自身の執着してしまうお気持ちやきもちを焼いてしまうところ、そういうところを手放してできるだけ心を軽くしておくことっていうのがメッセージとして入っています。もちろんお相手にも手放しっていうのが当てはまりますね。なぜだったらここの現在のところにデスのカードが入っているからです。お相手は
手放しが必要なんですけど、手放すことができます。できる状態にいます。できないのではなくてやるんです。はい、乗り越えて軽くなりますっていうのが出てきていますから、お相手はね、今必要じゃないものはどんどんと手放しているような状態ですね。転換期を迎えています。環境を整えたりとか、あなたと歩んでいくのを、願って今自分の中で整えているところなんじゃないかなと思います。もうすでに2人は両思いとか交際しているとか思いが通じ合ってるっていうのは出てきているので、ここは確かな絆っていうのを感じられている方多いのではないかと思います。不確かなものではなくて、お相手からの愛情を感じるとか、すでにお付き合いされていたりとか、両思い好きですっていうふうに聞いたとかね、お相手からそのような言葉を受け取ったとかっていう方もいると思います。なので過去からすでにもう2人は気持ちが通じ合っているっていうのが出てきてるんですね。そしてまだその好きっていう言葉を聞いていませんとか、付き合っていませんっていう方だとしても、お相手はあなたに愛を届けるっていうのがもう頭の中で考えていることとしてあるので、告白を計画しているのではないかなと思います。プロポーズとか告白とか愛を告げるっていうことですね。そのためにこの自分がどうやったらプロポーズ成功するんだろうっていうことを考えて整えているところだと思います。で、どんなことがあっても諦めない気持ちっていうのも心の中で思っているので、たとえ障害があったとしてもそれを負けずに乗り越えていきたいっていう気持ち、燃え上がる気持ちも持っています。なのですごくいい状態ですね。そして意地にならず、意地になりすぎず、こだわりすぎず、自分は柔軟に対応していけるんですよっていうのが出てきていますから、手放すものがお相手の中に今あって、環境を整えることがあったとしても、この人は乗り越えてやっていくと思います。はい、そしてあなたの方にも心のリセットっていうカップの8が入ってるので、手放しであって思い浮かぶ方は、ぜひね、こちらの手放しっていうメッセージもお受け取りください。そしてあとはこちらがお相手の期待や不安、恐れを表しているところにソードの5番が出てきていますから、やはりどうしても周りとの折り合いがつかないとか、揉めるとか、あなたとの喧嘩を恐れている、対立すること、あとは非難を受けることを心配に思っています。それはどこで入ってくるんだろうっていうところがね、少し気になるところではあるんですが、それは見てる方によっても変わってくるかもしれないですね。周りのことを気にしていたりとか、避けては通れない道として対人関係の揉め事があるのかもしれない。自分のこの思いを伝えてあなたと未来歩んでいくためには、ちょっとだけね、ここね、恐れとして揉め事っていうのが入ってますね。誰かに反対されるのではないかとか、あとそのままストレートにね、あなたと喧嘩することはしたくないな、仲良くこのままやっていきたいなっていう風に考えている方もいると思います。何かこう、そうですね、対人関係っていうのが気になるなっていうのが入ってきますね。あとコミュニケーションが円滑に進めばいいなっていうこともそうですね。周りと折り合いつけてやっていきたいっていうのが、入ってくるかなと思います。あとはあなたと仲良くやっていきたいとか、2人で揃ってやっていきたい、バランスとってやっていきたい、2人の気持ちもそうだし、あと周りのこともやっぱりどうしても気になるんだと、反対されないようにみんなから祝福されるような関係性でありたいし、またはそのように作り上げていくんだという気持ち、そしてそうですね、周りに納得してもらえるような対応、誠実に対応し続けることとか、自分があなたとのコミュニケーションや周りとのコミュニケーションを重ねていくことによって最終的に2人の関係性が認められたらいいなっていう、そんな思いでいらっしゃいます。私たちすごく仲良くて喧嘩とか全くしないんですっていう方だとしたら、やはり周りのことかなと思いますね。そしてあとね、素晴らしいカードが入ってますね。ラブ、愛そのものですって、ラブのカードが好転アドバイスで入ってきています。愛というのは様々な形があると思います。無償の愛、お相手に捧げる、そして逆に
注いでもらう愛、受け取る愛、両方を感じましょう。そして無償の愛というのはお相手とあなたの間だけではなくて、やはりこのお相手の気にしている周りの方々とか、そうですね、対立、周りの方々にもし当てはまる方は、周りの方々にもあなたが愛情を注いでいきましょうっていうアドバイスでもあります。そして2人が喧嘩してしまった時も、ここはやはりね、お互い愛情、強い絆で結ばれてるんだっていうことを常に忘れないでくださいって、感情的になってしまうことも出てくるだろうけれども、元をたどっていけば2人は愛し合ってる存在なんだっていうことを忘れずにいてください。そんなメッセージです。ではラッキーカラーをもらっていきましょう。ラッキーカラーはイエロー、黄色です。知力が湧いてくるほどの光、華やかに輝くこの色は喜びや生命力、希望という意味合いがあります。気分が落ち込んだ時はあなたの助けとなるでしょう。生きている喜びや明日への希望を与えてくれるので、自信を持って進んでみましょうというメッセージが込められています。ぜひ黄色、ラッキーカラーとして今取り入れてみてください。あと光という言葉が入ってますので、太陽の光だったり月の光、またはキャンドルのような光の力を借りて自分の癒しにつなげていきましょう。そしてお選びいただいたトパーズのカード、このカードのメッセージをお伝えしていきます。心の情熱を燃やす時がやってきました。時々軌道修正をしていきながら自分の目標へ向かって進んでいきましょう。そのメッセージと、あとトパーズという石の効果についてお話ししていきます。トパーズは能力を引き出して成功へと導く力を持っていると言われています。そして心を落ち着かせ、人との絆を深める力があるとも言われています。また縁結びの効能もあるそうです。気になる方はぜひトパーズを身近に手元に置いておく、またはトパーズの画像をスマホに保存しておくなどして、いつでも眺められるようにしてみましょう。トパーズね、お守りとしてぜひお使いください。今回はサクサクリーディング、あの人の今のお気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。こちらのカードはエピドートです。今回はあの人の今のあなたに対するお気持ち、サクサクリーディングで見ていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードを使ってあの人の今のお気持ち、そして好転アドバイスとしてオラクルカード、ラッキーカラーももらっていきます。それでは見ていきます。そうですね、まずそのお相手があなたのことを大切に思っている、あなたという存在が癒し、お互いが一緒にいるとすごく仲いいし、癒し、お互いそうだな、安心できるなっていうことは伝わっています。ですがここですね、タワーが入ってるので、その今のお相手の立場という点に関しては少し揺れている、ぐらついているところがある。何がぐらついてるのかなっていうところで見ていくと、このフィーリングス、感情の揺れが激しいよっていうのが出てきているんですね。じゃあ何かその感情を揺さぶられるようなことがあったのかと言われたら、例えばね、あなたと喧嘩したとか、周りで対立があるとか、そういうのがあるのかっていうふうになると、そうではなさそうなんですよね。
あえて言うのであれば、お相手が心配性というかやきもち屋さんかもしれないし、そうですね、感情の揺れがある方、人よりも多少大きい方なのかもしれません。不安になりやすい。一緒にいると安心できるからこそ離れると不安になりやすいとか、一人きりになったら急に寂しい思いをしちゃう、なぜか知らないけど不安に駆られちゃうんだとか、あなたと愛し合ってることがまるで奇跡かのように感じてしまって、また自分に自信がなくなっていってしまうとか、幸せだからこそ失いたくないとか、そういう気持ちで揺れる、自分に自信がない、そして急な出来事には対応しきれないっていうのが入ってます。あなたのことがどうこうとかではなくて、あなたのことをずっと好きでいるし、温かい穏やかな関係性を築いていきたいと思ってるからこそ安定を求めてるんですよ。だからこそ揺れるのに対応できないんですよね。揺れやすい方でもあり、周りの揺れに対応しきれない、自分の揺れを制御するだけで精一杯っていうところです。だからこそ安定を求めるっていうのもあると思うんですけど、そうですね、あなたが、他の誰かのところへ行ってしまうんじゃないかっていう不安もあるし、そして周りからもたらされる出来事として、例えばあなたに近づいてくる他の異性の人とかを見ると余計心配になっちゃったりとか、まるであたかもあなたが他の人と仲良くしてるかのように見えるとかね、そういう気持ちの揺れっていうのがあるから、なかなか気持ちの整理がうまくできない人っていうのがあります。悲しいとか怒ってるとか嬉しいとか楽しいとか、いろんな気持ちがたくさん同時にやってくると整理つかなくなっちゃうようなところがある人ですね。だからこそバランス重視っていうのを求めているし、あなただからこそこの人が落ち着く、一緒にいて安定安心できるっていうのがあります。それぐらいあなたはすごく魅力のある人っていうのがお相手から見て感じられるんですよね。あなたがお相手を支えていってあげるとか、誘導導いてあげるようなガイドになるような役目なのかもしれません。そんな相性なのかもしれません。お相手が頭の中で考えていることっていうのは希望を表すスターのカードなんです。あなたとうまくやっていきたい、そんな願いにも近いような気持ちをずっと持ち続けていますし、心の中っていうのもやはりあなたとバランスを取りながら仲良くやっていきたいんだというのがもう出てきていますから、あとは周りのごたごたとかがもしあった時とか、自分の気持ちの感情が揺れるようなことがあった時に対応できないっていうのがこの人の自分の中で感じている弱みですね。そしてここに期待、恐れ、不安で出しているところにカップのキングが入っています。2通りあります。一つはまずあなたに優しくしてくる他の異性の方々が気になるっていうパターン、自分以外にもあなたを狙ってる人がいるんじゃないかっていうことで気になって夜も眠れないっていうパターンが一つと、もう一つはあなたに優しさを分けてもらってる分、自分も頼れる存在でいたい。あなたばかりにいつも頼ってるのではなくて、自分もあなたを愛して強い存在として支えて頼られたい。両方の気持ちがあります。揺れない、迷わない、落ち込まない、そんな強い自分になりたい。心の広い、そんな自分でありたいっていうね、願いにも近いような、そんなお気持ちも持ち合わせています。突発的な出来事にはやはり対応しきれないところがあるので、協力し合っていくのがいいのではないかなと思います。そしてね、お相手のお気持ちっていうのはあなたに対して優しい眼差しや愛情っていうのが注がれているので、これからの近未来流れとしても良いものになっていきます。あなたがねカバーしていけばいいんですよ。その何かがあってお相手が揺れても大丈夫だよとか、落ち着いてっていうようなね、そんな一言をかけてあげるとこの人はだいぶ持ち直していくと思うので。そしてチャリオットっていうのはコントロールっていうのも表しています。2つの異なるものを同時にコントロールしていって、そして知らないまだ未知なる世界を切り開いていくというようなパワーのあるカード、力強いカードですね。進んでいく動きのあるカードです。2人の
恋の近未来っていうのも、そしてお相手の動きとしてもとても力強く、そしてまだ見ぬ世界へと未来へと向かって切り開いていこうとする動きが見られるでしょう。ごめんなさい、見られるでしょう。なのでね、あなたもお相手と一緒に進んでいくとか、お相手も頑張るよって自分の力を信じて進んでいくんだってことを見せてくれると思うので、応援する気持ち、2人の恋の近未来なんですけど、応援してるよっていうふうにお相手を支えていくような、そんなね言葉をかけていきながら、決してこの希望を失うことなく2人で進んでいかれるといいと思います。マイペースに進んでいかれるんじゃないかなと思うんですよね。こう見てるととても穏やかな方、この方がね、はい、優しい方っていうのが入ってきます。そして好転アドバイスはフォーチューンのカードです。未来ですね。未来は変わっていきます。刻一刻と変わってはいくんです。ですが、どんな未来にしていくかっていうのをイメージして作り上げていくことももちろん可能なんです。より良い未来を手にしていくために、あなたは今何を見て何を決めていくのか、はい、ここに全てのメッセージが込められているのではないかなと思います。未来は作り上げていくことができる。だからどうか信じて、良い未来を描いていきましょう。そしてラッキーカラーです。ラッキーカラーは白、ホワイト、柔軟な思考と純真な心。白は黒の反対で、色を吸収するのではなく、すべての色の要素を持った光を反射しています。反射と同時に必要な要素の色だけ取り入れてくれます。ピュアな白は何事にも柔軟で純粋な力を持っています。今このお相手との恋愛を進めていくにあたって、ぜひラッキーカラーとして白、そしてこの柔軟な思考と純真な心というメッセージをお受け取りください。白を取り入れていきましょう。そしてあとはお選びいただいたオラクルカードですね。こちらのエピドート、この石からのメッセージです。自分自身をより高いレベルへ引き上げていきましょう。アップグレードしましょうというメッセージです。そしてこのエピドートという石の効果として、恋愛運がアップします。そして疲労回復にも効果が見られると言われています。そしてあなたに前向きな気持ちをもたらしてくれるとも言われています。未来もね、どうなるかわからない、だから不安な気持ちになっちゃう、どうしよう、どうなるんだろうって思うこともあるでしょう。それはお相手にも言えるんですよね。この先どうなっていくんだろう、見えないな、わからないな、わからないからこそ2人で手を取り合って進んでいこうっていう風にね、協力し合ってやっていくんだっていうお気持ちをお互い持ち続けることによって、この未来は良いものになっていきます。はい、それをね、お相手にも密かに伝えていきながら、支えていきながら、ぜひ2人でこの先の未来切り開いていってください。応援しています。今回はサクサクリーディング、お相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。サクサクリーディング、今のあの人のあなたに対するお気持ちについて見ていきました。はい、そして今回はプチ3択占いでタロットカードを使って、そうですね、ラッキーナンバー、そのお相手が動くかどうか、恋の近未来っていうところについても見ていったので、お相手が動いてきてくれるのはだいたい何日後なのか、その日数でタロットカードの数字を採用していこうと思います。はい、で今回はね、こういう採用の仕方をして3択占いをしていこうと思います。数字取っていきます。何日後で見ていきます。でそしてそうですね、ページナイト、クイーン、キングが出た場合は、こちらそうですね、失礼しました。トランプ形式で採用していきます。ページはエースと同様にして数えていきます。でナイトが出た場合は11、クイーンが出た場合は12、
キングが出た場合は13で日数を取っていきます。ページが出た場合はエースと合わせていますので1で見ていきますね。このようにして出していきましょう。では見ていきます。お相手が動いていてくれるのは何日後、またどのように動いてくるのか、こちらから3枚カードを出しました。お好きなもの左、真ん中、右と今直感でお選びください。はい、では見ていきましょう。お相手が動いてくるのは何日後。まず真ん中から見ていきましょう。真ん中のカードをお選びいただいた方、はい、早速来ましたね。ページのカードです。早いと思います。そうですね、1日1日後、もうすぐですね。すぐかちょっと回ってもう少し遅いかもしれない。でも早いですよね。10日とかもかからないと思います。1日もしくは少しずれて、ほんの少しずれてやってくる可能性がありますね。あとそうだな、もしかしたらお相手の動きとして出してるんですけど、お相手の動きを待たずにあなたから動く可能性もある。動くというか、そうなっていくかもしれませんね。でもお相手の動きがあるとしたら明日が一番濃厚、明日というか1日後が一番濃厚かなと思います。そうですね、メールとか SNS を使って連絡が来るのが一番濃厚かなと思います。はい、元気とかいつ会えるとか、そういう文章ですね、メール、LINE とかで連絡取ってくるのが一番濃厚かなと思います。では次、右をお選びいただいた方、お相手が動いてくるのは何日後。これもね、ページが来たので、これも早いですね。明日、もしくは少し遅れてくるか、先ほどと同じように、もしかしたらね、あなたの方から動くような展開になるかもしれない。あなたの方から動いたとしても、お相手はちゃんと返事をすぐに返してくれると思います。そうですね、こちらの真ん中の方の方がお相手の動きが早い。で、この右の方も早いんですけど、比べたら、比べるものでもないんですが、比べたら真ん中の人の方が早いかな。ちょっとね、明日が濃厚、2人とも濃厚なんですが、少し誤差があるかもしれません。そしてこの方の動きっていうのは、直接声をかけられるとか、挨拶されるとかだと思いますね。中には電話がかかってくるとかっていう方もいるかもしれない。このお相手からしたらね、勇気のある行動をするのではないかなと思いますね。こっちの方の方がフランクな感じですね。明日暇とかね、そんな友達のような感覚で話しかけてくるような感じとか、あなたの投稿に対していいね押してくれたりとかするようなフランクな感じですね。こちらの方はもっと面と向かってとか、お話しするなら顔を合わせて話したい。だから LINE でやり取りするとかっていうよりは、連絡するにしても明日会えるとか、直接会おうかとか、そっちの方に持っていくのかなと思いますね。そしてでは左の方、お相手が動くのは何日後。はい、3ですね、3日後です。そしてカップの3番なので楽しいですね。いいですね。お祝い、祝福、乾杯といった楽しい内容がぎゅっと詰め込まれています。もしかしたら2人で会うというよりは、友達やご家族など周りにも人がいるかもしれないし、人のたくさん集まるような場所に2人で出かけることになるかもしれません。でも楽しい時間を過ごせると思いますね。デートとか外でお食事とかね、そういうことが連想されます。または楽しい時間のやり取りっていうのがあるので、お家の中にいても通話したりとかメールのやり取りとかをして楽しい時間を共に過ごすのではないかなと思います。3日後ということで、今回はお相手が動いてくるのは何日後ということで数字を取っていきました。では今回はサクサクリーディングとなりましたが、今のお相手のあなたに対するお気持ちについてリーディングしていきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、どうぞよろしかったらまたぜひ遊びに来てください。よろしかったらコメントや高評価などもいただけると大変励みになります。
またいつもコメント高評価くださる方々本当にありがとうございます。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。